それじゃあ、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。俺またこれ、自分のやつがスキップしてる。大丈夫かな？はい。ちょっと今ドタバタしています。ドタバタしてるっていうのは、実はこの今週、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。音声があるとパッと反応できますね。よかったです。ちょっとね、ちょっとドタバタしてる理由っていうか、これ僕自分の行動予定表というか、Excel で引いたものなんですけど、ちょっと最初にね、1週間の確認をしていきたいなと思って最初出しました。何かっていうと、僕は所属もしてるんですけども、教育関係の会社に。それは所属しながら、家庭教師とかの方も、副業というかね、やったり。だから、今みたいにこの YouTube のトレードもやったりしています。で、この月曜日から日曜日までの、だいたいちょっと自分の顔があって、ちょっとこっちずらすか。ちょっとこっちに一回ずらしますよね。見て、だいたい今ですね、ちょうど火曜日の、ここですね。YouTube ライブという書いてあるところ。火曜日と木曜日と、土曜日、たまに日曜日とやってて、で、僕はどちらかというと、夕方から夜にかけてが、仕事が、本業が多いというか、これが名古屋市の学習支援って書いて、運営責任者って書いてあるんですけど、ここでやったり、昼間は、割と卓球火曜日とか、今日ちょっとね、24時間ライブの方がちょっとトラブルがあって、最近ちょっとね、なんかいろいろやりたいことがあって、朝起きて、なんかこれはどうしようと思って、で、今日ちょっと卓球の練習サボっちゃったんですけど、普段は火曜日と金曜日に卓球の練習をして、で、日曜日大会に出たりとかするので、一応ここ大会と書いてある。で、午前中、ゆっくり起きて動画の編集したりとか、今日ライブやるときはやったりとか、トレードのことも当然午後もやったりとかして、昼間に割と動かしておいて、で、夕方外に出て、夜帰ってきてという形になります。で、やっぱ土曜日とかは、朝から結構一日家庭教師で出ているんですけども、でね、金曜日ね、休みにしてたんですけど、新しく、ここね、最近実は、家庭教師いろいろ入ってきちゃって、夕方も一件入って、ですね、来ましたので、金曜日休みにしてたんですけど、もう本当に家庭教師とかはね、なんて言ったらいいのかな。自分も本当にやりたい仕事、求められてる、ね、こんな年取った人間でもまだ必要とされてるっていうことであれば、喜んで、勉強を教えたりとかしたいなと思っていて。で、金曜日の子がね、小学5年生なんですけど、この間面談して、新しく、僕はスタートするんですけど、なかなか面白い、その子が。もう僕もやっぱり、ちょっと仕事選んじゃいけないんですけど、イーロン・マスクとか知ってるんですよ。で、アップルの創業者の、僕ポストプライムでも出してる、スティーブン・ジョブズも、伝記を読んでるって言うんですよね。これは面白いなと思って、その子本当は中学受験やるかどうかっていう話もあったんですけど、いや、この子結構好奇心があって、男の子なんですけど、もしかしたら、僕がいろいろ、話せる内容とかも、うまくね、家庭教師を通じて、何かね、投資にしっかり経済にしっかり、いろんなことをね、なんか伝えられるんじゃないかなって思って、ちょっとワクワクしております。なので金曜日、お休みを取ったんですけど、もうそこは関係なく、僕はもう今基本は月曜日から日曜日までお休みは全然ないですけども、でも
やりがいのある仕事をやってるのでね、全然それは苦にならないというか、68歳までは。花、こんばんは。どうも、花さよろしくお願いしまん。す。よろしくお願いします。どうです？僕らそういえば、この音声になってから反応早くなりました？なんか、そんな気がしますけど。勝手に思ってるだけかな。うん。この音声の方も、なかなかこう、他の声に変えたりとかちょっと考えたんですけど、なかなか難しくて。うん。で、あと24時間放送姫も。に、確かに反応が早くなりましたね。本当ですか？なんか YouTube で、超遅延、基本1分らしいなんです。1分らしいです。僕が喋って、その YouTube ライブでその収録、録画をして、ストーミングっていうので配信されるのが、だいたい1分らしいんですよね。で、それを、30秒ぐらいになったのかわからないんですけど、だいぶその、低遅延にして、で、超低遅延っていうのがあるんですけど、超低遅延は、今度は画像がなんかダメになるかもしれないって言って、一回やったんですけど、なんかもう本当にパニクったので、やめちゃってこの、遅延、低遅延ぐらいにしました。うん。慣れてこればもっとね、超低遅延とかにしてもいいかもしれないですけど、まあこれぐらいで、ちょっとタイムラグあってもね、もっと本当にこうやっていろいろ話せるといいななんて思ってます。はい。もうこういう、火曜、木曜、土曜日は、もう皆さんとこう、雑談ができることを楽しみに。僕もちゃんとこう、なんていうの、いろいろこうね、本当はこう、リアルタイムとかだと聞き役になったりとかできればいいんですけど、このね、ちょっとこう、タイムラグ的なものがね、どうしてもあるので、まあ僕中心でお話しさせてもらってるとこもあって、あれなんですけども、はい。で、まあこの、僕のこの予定表がね、あるわけなんですが、一応、まあ、ここに YouTube ライブっていうのがこう書いてあって、こんな感じで、やらさせてもらってます。うん。結構、まあでも、忙しくはないかな。やっぱりこの平日の昼間を割と、こういう投資とかね、やれるようになったので、で、前はここがなかったので、この YouTube ライブ終わってからアメリカの相場を結構いろいろ先物とかやってたんですけど、やっぱり体が調子悪くなるですね。うん。なんで、やっぱもうこの時間からはちょっとして、もうね、1時、2時ぐらいにはもう寝ちゃおうかなっていう感じですね、今は。はい。という予定でした。まあ、で、この土曜日の YouTube ライブここになってますけど、まあ多分10時に家庭教師終わっても、準備しておけば11時でスタートできると思いますので、多分、火、木、土と11時でいけるかなと。で、なんかあった時にまた日曜日も11時半ぐらい。これはね、入ってくるのが11時ぐらいなので、どうしても難しいですけど、まあ、そんな予定で、これからもやっていきたいなと思います。また24時間ライブもいつもトラブル続きなんですけども、まあ、新しいパソコンが今日来たので、この後、ちょっと修理というかして、新しいっても中古ですけどね。で、なんとかね、もう1チャンネルちゃんとわかりやすいようにね、していきたいなと思っております。で、これちょっと一回出しておいて保存しないと。それでですね、今日最初にですね、また、ちょっとホリエモンの話で、老後のお話をちょっと、はい、して、ちょっとすごい共感。まあ、ホリエモン自体はね、そんなにね、僕、キャラクター的にちょっと毒舌なところもあるし、言いづらいなとか、もうザクッと言っちゃうとこがあるので、なんかたまにえっと思ったりするときはあるんですけど、まあ、この話はね、すごく共感したことがあったので、まあ、3分ぐらいですけど、ちょっと聞いていただきたいなと。あ、そうそう、ちょっと著作権とかがあるかもしれないのでね、モニターをね、ちょっと変えますね。何が起こるかわからないんですよ。なんかすぐブブーってなったりするので、こういう風にちょっとしますね。はい。ちょっと聞いてください、ね。金の話をすごいするじゃないですか。はい、うちの母親ってすごく典型的な人なんですよ。
一般的な普通の人なんですよ。はい。で彼女がなんか僕が割と経済的に成功してるのを見て、私は老後マンション経営をしたいと。ついては、その福岡県のちょっと田舎町のところにマンションを建てると、私はそこの管理人をやると、勘弁してくれと本当に最悪の投資なわけですよそんなの、でマンションの管理人なんかボケるし、まあ、田舎のマンションなんて資産価値なんかないじゃないですか、ファイヤーとかの考え方も多分そういったところから出てくるんですけど、僕が言ったのは違うよと。あなたは老後年金とか足りなくなるんだったら俺が補填するから、頼むからボランティアとかやってくれと、でもう結構口を酸っぱくして言ったら学童保育をやってくれてて、すごくいいんですよ、もうだから子供たちにね、でもすごい堀江先生って言って慕われて、その小学生にね、本人やりがいあるしフレッシュな子供たちの気ももらえるじゃないですか、だからボケにくいと思うんですよね、で一番怖いのはその人間関係がなくなってボケることじゃないですか、そうですね、そういう風にみんなになってほしいんですよ、だからなんかファイヤーってそのボケまっしぐらだなと思って、生きがいなんかこれもまた別の産業医の先生と対談をしてる時に話に出たんですけど、65歳以上の高齢者でなんか社会的責任がある地位が高い人、まあつまり偉い人と偉くない人では寿命で 7,8 年変わるらしいんですよ、すごい優位さじゃないですかこれって、でも65歳以上の高齢者で偉い人って誰ですかって、誰だと思います？町内会長とか、町内会長とかマンションの管理組合長とか、そういう人です。人間関係がややこしいんです逆に、町内会って面倒くさいおじさんとかおばさんいっぱいいるじゃないですか、その人たちと嫌でも対峙しなきゃいけないんですよ、だから張り合いがあるらしいです、で時にはまあ優越的な立場にもあるし、俺はなんか要は充実してるんですよ、ある意味だから張り合いがあって何年も長生きしちゃうらしいです。こう暇な状態を目指すっていうのは脳みそにとっての自殺行為だみたいな、そういう感覚ですね。だからうちの母親にはそういう人生を歩んでほしくなかったんで、言いました。はい。ということで、どうでしょうかね。皆さん共感できるとこありましたかね。まあ僕、ちょっと境遇が似てたのは実は、うちも母親がちょっと近くにいるあまり大きい声で言えないんですけど、53歳の時に保育園を退職しまして、で、保育園ってもともと公務員じゃないですか。なので、ちょうどもう20年ぐらい前になるんですけど、まあ、当時の公務員って退職金も、今もそうかもしれないですけど、すごいいいんですよ。いい時代で公務員を退職した人で、何をやったかというと、マンション経営なんですよね。で、一回、保育園の先生をやっていたっていうこともあって、学童保育みたいなとこ行ったらしいんですけど、偉くなって、結局はちょっと辞めちゃって、そこからはもう社会に交えてないというか、で、僕も卓球を今日やってるって言ってたんですけど、実は母親が卓球をやっていて、その影響もあって、中学とか、卓球部に入って、今もこういう週2回とか続いてるんですけど、もう母親はもうこういう一回社会で、接しなくなってしまったら、もう、自由は自由なんですけど、動物とね、戯れたりとかして自由な生活なんですけど、見てると、これって脳にとっては、ホリエモンが今言ったように自殺行為だなってすごく思ったんですよね。ただ、もう頑固すぎちゃって、もうなんていうか固定概念の塊みたいな感じで、なかなかこう話を聞いてもらえないっていうか、もうちょっと70代の方って、どうです？皆さんのところに周りでいるかわからないんですけど、もう例えば携帯であったり、デジタルなことであったりっていうのはもう頭には当然ね、入っていかない人は入っていかないし、考え方とかも
ほぼほぼ経験だけでこう生きているというか。で、もう、インターネットとかもそんなになかなかできない人っていうのは、もう当然その、物の時代っていうか、物を大切にして、物がいっぱいあることで、幸せだっていう価値観とかも、全然そういう価値観も違ってるんですよね。うん。まあネットがないからっていうのはわからないですけど、やっぱり、そういったことで、これから、まあ僕はちょうどこのインターネット世代というか、まだギリギリ間に合ったっていうか、こういうことができているので、僕らはもう価値観としてはもう物はいらない方。物じゃなく、有形資産と無形資産ってありますよね。なんですけど、そういう価値観の違いみたいなところもあって、まあ、でも、それぞれが幸せって思うことってやっぱあると思うんで、一概には私たちの今の感覚っていうのが正しいかどうかはわからないですけども、少なくとも話していて、もう、この人に話していても、社会にもっと出て、脳を鍛えろよとか言っても、もうどうしようもないとこに来ちゃってるんですよね。うん。なんで、オリモンがお袋にこう口酸っぱくしていったら、学童保育のボランティアをやるようになったって、まあ、すごいなと思って、そういうことをできるオリエモンは僕すごい尊敬、そこは本当に尊敬するなと思いました。うん。ちょっとちょうどね、生い立ちが似てたので、これちょっと紹介しました。まあ皆さんの中でもこれから起こりうる、親の世代の、まあ、介護というか、このままだと、なんかやっぱり近い将来介護になっていくのかなとか、まあ、なんかね、余計な心配かもしれないんですけど、まあ、そういう気もしています。うん。はい。またね、なんか皆さんのところでも何かあったらこう教えてほしいです。はい。それで、ついででいけないですけども、この、今日、たまたまどこだっけ？これかな？これちょっと消すか。僕よく、いつも、愛用してるというか参考にしてる、今日のこの本要約チャンネルですね。これもう100万に行ったみたいですね。すごいですね。で、今日たまたま、いつも見てるわけではないんですけど、この、今日、これ30分あるので、紹介だけさせてくださいね。先進国の、米中先進例に学ぶマーケティング DX と言いますけど、これどこ出るかな？まとめだけちょっと、また、もしよかったら見てほしいなと思うんですけどね。どこら辺だろう、まとめ。このあたりかな？今後10年の日本の大きな、さあ、ここまでで第3章をまとめておきましょう。ポイント1。デジタル化に遅れを取った日本企業は技術開発よりもマーケティングを重視することで顧客のニーズに合った。逆に頭が衰退しそうななるほど気がしねます。はい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 。そうですね。清水さんね、僕もね、思います。カーナビについてはね。例えば、なんていうのかな。今テクニカルもそうなんですけど、自動になったことで、でも、こう、カーナビで道を覚えることがなくなるんだけども、カーナビの操作の仕方は覚えるじゃないですか。なんて言ったらいいんでしょう。こういうのを検索したら、こういう道が出てくるだろうなとか、じゃあ、例えば、こういうカーナビを使えば、下道や、例えば、距離優先なのか、高速優先なのか、なんていうかな。選択する、こう、ゴールは、その道を行くっていうことであっても、カーナビの上手な使い方によって、より使い方によって、なんていうのかな。そのままオートマチックでほっとくんじゃなくて、より有効な使い方っていうのに頭の考え方をちょっとシフトしたりとか、することもできるかもなって僕思います。確かに昔地図とかで、ね、なんかこう住宅地図みたいな見て、やってて、ここ曲がればこうだなって想像したりとかね、あったとこもあって、ああいう力はね、なくなっ
てきたかもしれないんですけど、僕で言うとこの YouTube ライブをするにあたっても、いろいろ便利な機械があって、でもその機械の中身、特徴とかを、やっぱり、知らないと、ただこれオートマチックではできないこともあるので、なのでなんか使い方が、役割がこう変わってきたような、なんか気がするんですよね。うん。そんな、なんか違う脳を使ってるみたいな。そんなところを僕は思ったりとかしてますね。はい。で、この、本要約チャンネルさんの、ここで言いたいことっていうのが、デジタル化に遅れを取った日本企業、要は、ものづくりから、もう今、経済の中心っていうのが、やっぱりその IT、まあデジタル化っていうものが中心になって、アメリカや中国とかが中心になって、まあ、より便利な世の中になってくる中で、日本の企業は、まあ、1990年代から変わらず、ものを作ってきた。で、いいものを作ってきたんだけど、消費者に合ったニーズやサービスが実際に提供できていたのかどうかっていうところが、まあ、これからの日本で克服すべき問題だっていう、まあ、そういう本の内容なんですね。ちょっともう一回いきますね。提供する必要がある。まとめだけ言っちゃいますね。日本企業が克服すべき課題として、マーケティングを軽視した技術偏重の経営、組織の硬直化による新陳代謝の遅れ、成長分野への投資の遅れなどが挙げられる。ポイント3、これからのビジネスには最新のハイテク技術と顧客ニーズを結びつけるマーケティング DX が不可欠であり、DX を扱える人材の育成は日本企業にとって急務である。さあ、いかがだったですか？まあ、パパーっと言っちゃいましたけども、本当に今回のこの、本要約チャンネルさんの本は、僕らと投資とか経済とかで興味をある理由っていうのは、前も言ったと思うんですけど、まあ、例えばテスラが出てきて、僕らが70歳、75歳とか80歳になった時の日本が自動運転をしてね、まあ、僕らがもう本当にもしかしたら免許が取れなくてみんなに車の運転ね、75歳以上とかだと迷惑かけるかもしれないじゃないですか。で、そんな時に、こういう自動運転が、発達してきてね、僕らみたいな高齢者が、買い物に行ってみんなに迷惑をかけないような形で生活ができるっていうのを僕もそれ夢見ていたい。でもこれって結局、日本企業が、ソニーが、そこに間に合うかって言ったらわからないですよね。本来だったら、日本企業のトヨタとか、僕もお膝元なのでトヨタが自動運転の先駆けになるべきなんですよ。思うんですよ、日本人だったら。だけど残念だけど、今開発している戦闘がテスラであったり、あとリビアンであったり、あと、後から来るアップルであったり、アマゾンとグーグルもチラチラっと今自動運転も出てきました。結局、ソフトウェアの会社が強いわけですよ。うん。まあそういうことで、ハードが強かった、ものづくりが強かった日本がソフトで弱く、そこを顧客ニーズに持っていけなかったっていうところが問題だよっていう、まあそういう話。だけど世の中は、まあ日本企業はダメか遅れてるかもしれないけど、課題もあるけども、でもこれから世界のいろんなその便利なものっていうのが、私たちがこれから高齢化になってくるによっても、より、なんていうの、いいね、商品と顧客に合ったニーズを提供してくれるんじゃないかな。まあ、まだガーファムのことになりますけどね。はい。そういう話が、出ています。まあ、アリババとかも実はすごいですけどね。まあ、そういうお話でした。今日たまたまこれ、ちょっと見てたので、またよかったらね、見てほしいなと思います。はい。じゃあですね、こちらの紹介それぐらいさせてもらって、今日の、相場の方と特集の方も話をしていきたいと思います。今日は、また、FX の関係のフィボナッチ、これ外国の方ですけど、の話になります。特集はね。
ボナッチね。いつもお世話になってます。木のりさんの、超簡単手法ということで、一つ目ということで、二つ目もまた、どっかで話します。今日は、フィボナッチの、一つ目というところで、私が実際使っている、ものとかで、これだけっていうわけじゃないんですけど、いくつかあるうちの一つとして戦略でフィボナッチの考え方っていうのをまたお話しして一緒に勉強していきたいなと思っています。さてさて、今日の相場もまたちょっとやる気をなくすような、皆さん最近どうです？ちょっと相場出しますか？何を目的に今、楽しまれてるのかなってすごい思うんですけど、なんでかっていうと、コモディティももう今めちゃくちゃ悪いじゃないですか、これ。今上がってる相場って、あんまりないですよね。だから、皆さんなんか今投資とか値動きは見て楽しんでるかもしれないんですけど、投資をしていて楽しい人はいないじゃないですっていうのをちょっと言いたいです。少なくとも、初心者の方とか、僕もまだまだ初心者だと思うんですけど、面白くないはずなんですよね、今。一応そんなことも、視野に入れつつね、なぜ面白くないかって、このコモディティの下がり方もすごいですけど、ちょっとね、今日、解説もしていきたいなと思います。はい。1時間経ちましたけど、どうでしょうか。もう、ナスダックが11,000です。はい。もう今下がる原因を探すことってあんまりしなくてもいいのかなって、どんどん今年ね、リセッションになってきて、今年の1月からですかね、もうほとんど、7ヶ月、いろんなことで、利上げや、ウクライナや、なんかありましたけど、もう、一回一回下がる要因を探したって、ね、いつしかそこは来るわけなので、そこを探して、行くよりは、ナスダックであれば12,000ぐらいまでを一応うろうろしたり、12,000、3,000？あたりをうろうろしてるようだったら、どうかなと思うまでは、もう、下がるのねっていう風にしか見れなくなっちゃいましたね。はい。一回か下がる要因をね、考えても難しいと思うのでね。はい。S&P が3,700です。当面のターゲットは僕いつも言いますけど4,000です。だいぶ落ちてます。はい。あれなんじゃないです？他の人たちも、アメリカの大統領選とか、中間選挙とか、秋とかには、ちょっと上がるんじゃないのって言ってるんじゃないです？もうそれぐらいしかちょっと楽しみっていうかないですよね。今、ね、でもしょうがないですもんね。あと、各個別株、その中でも頑張ってるものがあれば紹介したいなと思いますけど。投資難しいですよね、今、入れても。まだまだ、一回底つける可能性もある、ここもありますんでね。はい。ダウが今日悪いですね。ダウは、3万のところうろうろしてますね。ダウがこんだけ一番落としてるのは珍しい。またちょっとセクター見てみたいと思います。先物が3,700、同じぐらいですね。今ちょうど、はい。ナスダックと先物がちょっと上上がってますけど。はい。ドルインデックスが今めちゃくちゃ上がってますね。あれ逆相関してますね。ドルインデックスがこんだけ高いでコモディティが下がってましたよね。ちょっと逆相関的な動きしてました。普通はいつも皆さんドルインデックスが高いとコモディティも上がると言われてますけど、今年ちょっと違いますよね、なんか。さっきちらっとコモディティ見て下がったのを確認しましたけど。2年債が 2.825、10年債が 2.833 です。これかなり近いですね。あれこれ、
ちょっと一時期イールドしたんじゃない？逆イールドしたんじゃないかな。これ、ちょっと、2年債の方がこの10年債より上回っちゃうと、半導体ハイテク企業がすごくよろしくない。今、ちょうど半導体マイナス 2% ですね。うん。状態が続きます。まあ、ということは、ナスダックがすごい調子が悪くなる傾向にありますね。これ逆イールドすると。はい。ギリギリですね。はい。なので、恐怖指数も SP500 もまた28、もうずーっと30、またちょっと、この間恐怖指数 25? だったんですけど、30まで来ましたね。ダメですね、もう。ずーっと30近辺うろうろしてますんで、いかに悪いかわかりますね。はい。ナスダックの恐怖指数の方がもっと悪いですけどね。はい。アメリカの全体的な今状態はそんな感じです。じゃあ世界見てみましょう。中国は変わらずでしたね、今日は。香港も変わらず、21,800ね。まあですね。ほんと、香港まあまあだと思います。はい。まあまあって言い方変ですけど、21,000後半ならまだいいですね。下がる要因ばかり。上がる要因ないです。下がるのに慣れてしまいます。お花さん、その通りでございます。もうなんかこんな原因探してもしょうがないですよ。うん。いい経験だと思うし、僕らが、ちょっと言い方変えると、若い子たちはかわいそうかもしれない。でも、僕ぐらいの年齢だと、もう10年、15年で見てきゃいいやぐらいな感じもう極端です。今、もう投資の考え方が。もうすごい長期で、年金の時までで、いい時に、なんか積み立てて、下ろせる時が来たら、それはそれでいいし、もしかしたらずっと下ろさずに頑張って、死ぬまで現役で投資を楽しめるようにしたいなって思う一方で、FX のような値動きを、こう短い時間帯で値動きを見て、ちょっと短期トレードで楽しめるとかね。もう短期と長期がすごい、なんつうの、一番僕は今、トレードしたくないのは、1ヶ月2ヶ月ぐらいの、今ここがボトムかもしれないから上がるかも、1ヶ月後2ヶ月後上がるかもしれないから投資しようっていうのが今一番やりたくないとこ。やるなら1時間足ぐらい、1時間で数日持って売り買いするトレードか、もう積み立てするか、どっちかぐらいですね、今。解説しながら思いますよ。面白い国もないですもんね。はい。今ほんと世界いろいろ値動き見ても。韓国もこれ今日 1.80 ですけど、もう韓国だってずっと落ちてって、別にボトムって感じしませんもんね。で、今日多分ニュースであったのが、ユーロがすごい落ちましたね。ユーロが落ちたのと同じように株もドーンと落ちて、ドイツがこれ 12,500 ですよ。これちょっとね、12,500 ドイツ知らないです。最近。1年、もしかしたらコロナ、2020年の3月くらいじゃない？ちょっといいですか？ドイツダックス見ていいです？ちょっと、これ今1時間足だとあれなので、日足でちょっと見ますね。ダックスドイツ、今つけてるのがここと一緒だ。ちょうど、2020年、ウクライナのこれ開始の時だ。3月7日って開始っていうか暴落があった時と同じ値ですね。まず。今これ下抜けようとしてるので、もしこれをちょっと抜けちゃったら、ドイツは、2020年の、ここすごいな。2020年の10月29日。関係ないと思います。大統領選の間際でしたね、これ。はい。
ぐらいの位置が、ここですね、ここか。2020年ですね。ドイツ見てください。こんな感じですね、今。はい。という位置ですね。これ珍しい位置ですね。はい。12,000。イギリス7,000。まあ、6,800まで落ちると珍しいですけど、まあ、ちょっと持ちこたえてる。ちょっとこれ絶対ユーロの関係だと思います。ユーロ50も3,300。すごいっすね。ロシアこれ関係ないですけど。ロシア最近、なんかあれです？僕最近ウクライナの方疎くなっちゃったんですけど、あんまり、ロシア優勢じゃないみたいですかね。ちょっと最近分かってないです。最近ほんとファンダメンタルがね、あんまり分からなくなってきたっていうか、敏感じゃなくなっちゃいましたね。時間をちょっと取ってないっていうか、値動きの中で値動き見たときにニュース見て、ちょっとそうなんだっていうのはありましたけど、はい。南アフリカが悪い。ちょっと悪いですね、これ。トルコは相変わらずですね。ボベスパも悪いですね。ボベスパも最近良くないですね。ブラジルも。はい。なところですね。なんか本当にいつもいいっていうか、下がってないとこ探すのが大変ですね。香港ぐらいか。香港ぐらいですね、今。香港、中国がちょっとどうかなって感じです。はい。コモディティ行きましょう。あれ？ドルインデックスは高いけど、ダウのこの商品指数は下がってるっていうことなんですね。なるほど。うわ、ゴールドすごいですね。1770ですよ。久々見ました。ちょっといいですか？ゴールドの1700。これ久々見たな。いつだ？ 2021 年の12月ですね。1年ぶり、違うか。2021年12月だから、7ヶ月ぶりぐらいの安値ですね。すっごい安い。ちなみにシルバーも見ますね。シルバー、もうシルバーはすごいですね。19.3 ってどこ？需要がなさすぎでしょ。ここですね。もう前からずーっとシルバー下がりまくってるんですけど、今金属がすごい悪いっていうか売られてますよね、めちゃくちゃ。2020年の7月。ちょっと、ここのまた、お話ししますね。この、フィボナッチのところね。はい。コモディティみんなすごいですね、今日。アメリカ相場が始まってすごいですね、これ。今日、東雲さん来てないですけど、原油とかやってないが大丈夫かな？原油のとこズドーンと来てますね。103まで来ましたね。いやーもうちょっと原油ちょっとやばいですね。みんなまだ上がるかなと思ってたセクターも、エネルギーも一旦ちょっと箸休めっていうか、エクソンモービルとかもどうなんだろう。今日だいぶ悪いだろうな。天然ガスは 5.3 までつけて一回戻したんですね。もうとんでもないことになってますね。そうですね。ソフトコモディティも悪いですね。大豆なんですかこれ。コーンと大豆すごいですねこれ。最近コモディティ値動きは見てるんですけど、これアメリカ市場始まってからこんなになってるんじゃないか？すごいですねこれ。コーン、これこの二つやっぱりあれですよね。先物の取引の期限切れっていうか、もう一回先物ほら入れ替わったんですよね。絶対これ数値おかしいですよね。100ぐらい落ちましたもん。
小麦もそうですね。だから落ちててしかも先物の期限切れも絶対入ってると思います。僕ずっとコーン700台で見てましたし、大豆も1500台で見てましたもん。はい、砂糖。コーヒーも良くない。もうなんか、すごいですね。みんな悪いですね。はい。もう、なんか解説しててなんか、何が投資楽しいんじゃってなっちゃう。何がこれ楽しいんだ。もうこれ一番、もう、まあよく上がってますね、まだ。もう、ビットコインも、イーサリアムももう、はい。面白くないです。解説放棄。ビットコイン2万ドルでうろうろしてますもんね、もう。はい。イーサリアムもそうですね。1000ドル ?1100 ドル全然ダメです。はい、もう、お金がみんなありません。買ってる人結構いるみたいですね、これで。でもまだ売りのが多いか。はい。ということでした。ヒートマップ見ます。セクター見ますと、S&P の今1時間のところ、真っ赤ですね。ただ、大型株はそれほど打撃を受けてないようです。はい。メタもメタプラスですね。0.30 でまだプラスです。NVIDIA がもう下がりすぎたのか、あんまり下がってませんね。半導体が、大手の AMD と NVIDIA まだいいですけど、ブロードコムとかクアルコムとか、このあたりは、ちょっと悪いですけど、1個、ハイテクで上がってるのがある。これ決算が良かったのかな？知らないな、俺。ミクロンテクノロジーって書いてあるんですけど。はい。今日上がっているセクターはほとんどないですね。モデルナこれ。ワクチンのモデルナが 5% 上がってます。珍しい。ワクチン。コロナ今あれですね。日本もちょっと増えてきましたよね。もう軽症だと思うんですけど、この暑いのにもうコロナが頑張ってるっていうのもすごいですよね。はい。思いました。もう変異してるんですね。この暑さで菌が繁殖するっていうのは本当すごいと思います。菌の、重度はさておきね。はい。苗木が 1% 上がってました。主だったところ見てもこれ真っ赤だから面白くないですね。エネルギーも良くなかったですね。やっぱりエクソンモービルマイナス 2.9 ですね。シェブロンも 3%。日用品はまだマシですね。ウォルマートが 0.49。こっちはどうだ？ヘルスケアは？ヘルスケアも悪いですね。ヘルスケアがこんだけ悪いのも珍しいですね。ユナイテッドヘルスも 3% 下がってます。ファイザーも 2.4。銀行もメタです。3% です。悪いですね。今日は銀行系と、ヘルスケアとエネルギーが悪いかな。要は大型株はそこまで悪くなく、テスラはちょっと悪いですけど、あと、下の方がね、だいぶ赤いですね。はい。世界の方見てみますね。今日だよな、これ。今日だよな。もう世界も真っ赤ですね、今日。ユーロ落ちっていうのがあって、ユーロ圏、ヨーロッパ、もう真っ赤です。中国で一部上がっている株はありますけど、もう知れてますね。小型株で上がってるのちょっとあります。シンガポールとかもほんと小型株で何かの要因で上がってるの以外はもうほとんどダメですね。ショッピファイかこれ。カナダ、有名なショッピファイは上がってますね。なるほど。という状態ですね。はい。解説にならないぐらい下がってますね。はい。日本もダメでしたね、今日。何これ？
ホンダがすごい落としてますね。マイナス 3% ですね。3.78。キャノンも。はい。最近24時間ライブの方でも日本の ADR とかこのあたりもチャートの方を出してるので、パッパーっと見てますけどね。はい。はい。じゃあ、相場の方はブワーっとそんな感じです、今日は。はい。コモディティの下がりがすごく印象的でしたね。だからもう上がってるものを探すのが大変という嫌な状態でございました。はい。嫌な時でも値動きを見てるという。初心者の人は本当にこう見たらもうなんだこれやと思いますよ。本当に。うん。はい。それではですね、今日の特集いきたいと思います。こっちか。はい。フィボナッチのことについてです。まあ、前提として、フィボナッチのことについてお話しすると、ポストプライムでもまあ、テクニカルをやられている方でこのフィボナッチを使ってらっしゃる方もいるんですけど、いくつかある指標の中の一つですからね。これだけを頼りにするのは良くないと僕は思います。これいつも言いますけど、このフィボナッチは最後反発するところ、利確するところの参考にはなるかもしれないっていうのを前提に話を進めますね。僕はどちらかというと、フィボナッチより大事なのはこの環境認識で、ダウ理論であったり、フラクタル構造であったり、そういうなんていうかな、戻り高値とか、押し安値とか言いますよね。そこの、環境認識っていうのをすごい大事にしてます。で、最後に形を見て、三角から持ち合ったりとか、そういうのを見ていきますので、フィボナッチ自体の優先順位はそう高いわけではないですけど、でも、時にね、フィボナッチを使って、トレードされている方もいらっしゃるので、そこで反発する、ここで 0.618 で反発するかもしれないとかね、ありますので、その使い方とか大事なものとかもお話ししていきたいなと思ってます。で、まず、最初に、今日の、後からでいいだ。こちらの方でいくか。このビデオ、今日はきのりさんともう一個ありますけどね。こちらの方。みんなの FX さんの方のサイトをちょっとお借りして、フィボナッチのリトレースメントのことについて解説を、ちょっと概要をね、話していきたいなと思います。僕も最初フィボナッチ数列を聞いたときに、聞いたことはあったなっていうことで、この、トレードする前では、このフィボナッチとトレードと何の意味があるんだろうっていうのが印象的でした。うん。まずちょっとフィボナッチ数列のことね。なんか、あれ、これ出すといいのか。フィボナッチでやって、画像を出すと分かりやすいですよね。きっと。文字で見るより。はい。フィボナッチで出して、この写真を見ていただくと分かるんですけど、これが、この数字、これがフィボナッチですね。ここ見えますかね ?1、2、3、5、8、13、21ってこう、ね、貝殻のようなものありますよね。なんか自然界でもこう貝殻になってたりとかありますよね。ここにフィボナッチ数列の写真も出てますけど、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55。この増え方を見ると、1から1まで0、1、2から3で1増えて、2増えて、3増えて、5増えて、8増えてって、こういう、数列が規則正しい形だよということで、いろんなものに使われているよっていうので、フィボナッチはね、言われています。うん。これ写真見ていただくと、そうなんだっていうことでね、いろいろ、なんか企業のロゴとかもそうみたいですね。こういうの使ったりとか見やすいっていうか、自然界の流れの中でね、使って見やすいってことで使ってるのも多い。出てくるかな？企業のは出てこないのか。
なんかトヨタ自動車とかもそうみたいですよね。ロゴが。フィボナッチを使ってるとかって書いてありましたね。さすがにフィボナッチは出てこないか。ひまわりとか出てきますけどね。はい。まあ、いいや。こういうのがまず、フィボナッチと、フィボナッチ数列とか、フィボナッチを使った模様を表します。じゃあ、それでですね、このフィボナッチ数列っていうのはそういうことでいいんですけども、これからなんかフィボナッチ比率っていうのもね、重要になってきます。で、フィボナッチ数列、比率っていうのはよくテクニカルでも言われますけども、途中から答えがどうも計算していくと、0.618 という数字が出てきます。で、0.1、これ0.618 って引き算すると、1から引くと 0.382 じゃないですか。で、まず数字としてフィボナッチの一つのポイントとして、この 0.618 と 0.382 という数字、ここはポイントで知っておくといいかなと思います。まずこの位置をね。はい。で、ずーっといって、これは 1.618。さっきのね、0.618 から1個足したやつ。これも、使われることがありますね。1.618。はい。ということで、そのフィボナッチで、応用と書いてありますけど、使われるものとして、フィボナッチアーク。これ、多分、あんまり使わないんじゃないですかね。ちょっと、書いてあるのが、フィボナッチ数列に時間の概念を盛り込んだテクニカル分析で、アークを用いて価格と、時間の両方の側面から予想を行います。あんまり見ないと思います。次。フィボナッチエクスパンション。これはもしかしたらちょっと聞いたことあるかもしれませんね。エクスパンションだから広がりっていう意味だと思いますけども、フィボナッチリトレースメントとよく似たテクニカル分析で、トレンド相場において、押し目や売りポイントがどこなのかを予想するテクニカル分析ですとあります。なので、エクスパンションの方が、さっきの 1.618 っていうのを、使うことが多いです。なので、広がってくるので、高値安値から引いてから、より高い位置とか、より低い位置で 1.618 っていうのが、使われたりします。もっと、使う人は 2.618 とか、3.618 は使うかわかんないですけどね。1.618 はよく使われますね。また後で多分見えると思います。それから、フィボナッチタイムゾーン。これはあんまり使う人もいるみたいですけどね。はい。フィボナッチタイムゾーンは、フィボナッチ数列との間に、垂直線を引く、テクニカル分析ですと。垂直線を引くテクニカル分析。タイムゾーンなので、縦軸も引きますと。で、僕のやつでもタイムゾーンも引けるので、また解説をしていきます。僕これ入れてないですけどね。はい。それからよく出てくるのはこのフィボナッチリトレースメントというので、最後に、フィボナッチリトレースメント。これは、押し目戻りとか、どの価格で戻るかっていうのを一つ目安にするテクニカル指標。さっき言った 0.618 とか、0.382 っていうところをよく使ったり、あとは 0.5 半値戻しっていうことで 0.5 を使うときもあります。ということで、フィボナッチでもいくつか、使い方があるということで、この中で代表的なこのフィボナッチリトレースメントの使い方っていうことで、引き方がありますけど、ここはちょっと省かしてもらいますね。また実際に僕も、解説図を見て出せますので。で、重視すべき割合ということでいろいろ書いてありますけども、ここで言うと、みんなの FX さんでは、で、23.6、38.2、50.0、61.8、76.4、100っていうのを使ってますけど、
もうちょっと少なくしてもいいかななんて思います。この 0.764 とかはそこまでいらない気はしますね。はい。ということです。で、まあ、こうやっぱりフィボナッチリトレースメントのことが代表的に使ってる方が多いみたいですね。はい。で、問題は、このフィボナッチリトレースメントをどの時間足で使うといいのかとか、どこが高値でどこが安値かを引くポイントっていうのがあると思います。またそれもね、お伝えします。オート系というか、僕最近お話ししているオートでやるもの、自動フィボナッチの使い方もお伝えできればと思いますので、もし引くのめんどくさいなっていうことであれば、その使い方とかもね、お伝えできればと思います。はい。バーっと、これ、こうやって高値から安値まで引きますよっていうんだけど、これだけだと実は、じゃあどこの高値と安値で引くのっていうことがわからないと思いますので、またお伝えしたいと思います。これくらいかな？じゃあ、実際に引いてみようみたいな感じになってますね。はい。それではですね、まず、引き方の前に、この手法を使った、きのりさんのね、まず、どっちがいいかな？きのりさんの方が実はですね、ちょっと、コンフルエンスとかをやるので、フィボナッチを2個使うやり方をするので、最初に、海外の方から聞いてった方がいいか。じゃあ、すいません。多分ですけど、こちらの方が、英語ですけど、こっちだ。英語ですけど、初心者の方でも分かりやすいものになってるので、図をしっかり見ていただいて、フィボナッチのリトレースメントの、やり方を言ってますので、5分ぐらいですけど、ちょっと見ていただけたらと思います。こっち先に行きますね。これ。Hello everyone. In today's video, we will talk about Fibonacci levels in the easiest and most accurate way, which is the Thomas DeMark way. In this video, we will learn where to start drawing and where to stop. Should we start from the top or start from the bottom? Are there specific time frames for Fibonacci, or can it be used with all frames? To find out these answers, we will start from here, from the time frames. Well, Fibonacci levels do not need a specific frame, and can be used with all frames, from 1 minute to 1 week or more, but the same as with any indicator, the larger the frame, the more accurate. Let's delete everything and start from the beginning. To draw Fibonacci levels, you must first determine the last candle on the chart, or in other words, you must find the current candle, and I think it is the easiest task in this video. After finding the last candle, look for the closest high with a clear price reversal. As you can see, the price reversal seems clear here at this top. Even when you compare it with other nearby reversals, you will find that the ちょっと解説しますね。今見えますでしょうか？チャートの方が。今、これこうやってやると難しいな。どうしようかな。これ一回消して、ここで見えますかね。ここ今高値じゃないですか。だけど、直近の高値は、ここじゃなくって、ここなんですね。なぜかというと、この、見えますかね？これ、解説的、ここの高値から、もし、この今の、直近が抜けたら、フィボナッチを入れるんですけど、これ、なんでこういうことを言ってるかっていうと、直近高値と安値を結ぶんですね。ここで結んじゃダメですよ。うん。はい。まず、戻り高値。戻り高値と、この直近の安値を結ぶということになりますので、また見てくださいね。ごめんなさいね。これ、一回一回これやらなきゃいけなく。これでいいか。Retracement and the reversal here is much better. And after we have determined the nearest top, we will use the horizontal line, and we will place it just above that top. Then, we will trace the line to the left until we see that it is crossed with any candle. And as we can see, at this candle here, the crossover has occurred. Once we find the intersection, we use the vertical line and put it on this intersection that we found. Thus, the first stage has ended by surrounding the candles in a specific area.
After we surrounded the candles in this area, we will look for the lowest bottom, and with a 多分 naked フィボナッ eye, チ it みんな seems clear that this bottom is や the り方 lowest も here. わかるかもしれないですけどね。So, as before, we put a horizontal line under it. Now go back to the last candle and see. Is it close to the lower line or close to the upper line? And since we find that the distance from the last candle to the lower line is the closest, we will draw Fibonacci levels from top to bottom. We choose the Fibonacci retracement tool from the toolbar on the left and start drawing from the upper line, which is the 高値 highest から top, to the lower 安値 line, に which is the 引いて lowest ますよ low. ね。And that's it, Fibonacci levels are ready to use. But the question remains, when will these lines expire, and how long will I extend it? Does it end here or here? Why doesn't it end here? To answer this question, we must go back to the last candle again, which is this candle. After finding the last candle, we use this dashed line, which is one of the Fibonacci lines, and it is called Fibonacci trend line. Now we drag it to the right until it passes directly and touches the penultimate candle. あ、これも大事です。今止めましたけど、どこまで伸ばすのって言ったら、この、今の、また見えなくなっちゃうね、これ。見えますかね？高値と安値でこう、黄色いバーありますよね。これをどっちかに抜けちゃったら、このフィボナッチは、もう使えないと考えてほしいです。なので、この高値と安値を抜けない間は、このフィボは、有効として捉えてもいいと思いますので、なので多分今ずっと伸ばしてると思いますね。はい。右の方に伸ばしてますね。で、オートの、フィボナッチの方も、右の方に延長しますかっていう、設定がありますので、僕らが考えなくても、勝手に自動で、フィボを長く引いてくれるものもありますので、また後で見せます。From above, and make sure it's not the last candle, because it is not closed yet, so it should touch the candle before it. In this way, we have determined the validity of these lines, and they will be valid for use up to this area, except in the event of a breach up or down. Before we move on to a different example, let's see the most important settings in the Fibonacci tool. Here you will find only the important levels. Choose them as you こ can の see 解 and 説の cancel the 方は、 rest. Also, you may 0. find this level on number 78, change it to number 74, or leave it as it is. 変 It 更も won't する make んです much ね。difference. 0.786 Here, you を入 can れてるみ control たい the です。 background 僕は color, and here, 0.786 入 you れ can なくていい change と the 思います direction of the levels numbers, and placing them on the right will be more visible. Well, let's go back to the chart and run it to see what happens. 過去チャート As だ you ったん can ですね。 see, in every retracement or breakout, we notice that the candles respect the Fibonacci levels, and they move in harmony with these lines. Now at this point here, we can say that these lines have expired, and we must draw others. The extension of the lines may also be true, but by following this method, you will get more accuracy and more confidence. For this, let's remove everything and start again. ここで First, 消 we しちゃうん find です the ね。 last candle. Second, we look for the closest high to the last candle. Third, we put a horizontal line on this top that we found. Fourth, we trace the line to the そ left うか、 until 高 we 値 hit をそ any こで抜け candle. たってことか。 Fifth, we put a vertical line on the candle in which the crossover occurred. And that's it, now we've restricted the candles to a specific area. And in this area, we search for the lowest bottom. Then, we use the horizontal line and place it directly below it. Finally, we go back to the last candle and compare the distance. なるほどな Is と it 思うか close もし to れ the ないです。 upper ここで line, 高値と or is 安 it 値を close to 作 the lower って、 line? As soon as we find that it is close to the upper line, we draw Fibonacci levels from the bottom towards the これなんで top. こういう風にや We ってる take か the っていうと、やっぱ Fibonacci り tool 直 and draw 近 from the で bottom line, then head to the top line. 高値と Then we 安値 head to を the 見 right つけ until we て、 see こうやって that フ the ィボナ trend ッチを line 引 has く touched 人 the が penultimate い candle る from から、 above. こういう形でや And ってる that's と it. 思いま When す you。see the candles that move 引く inside 人が the いるから Fibonacci levels, you will notice that they それを参 coincide 考 with に these している levels から amazingly, and this confirms that 引 you くん have ですね。 drawn them correctly. はい。 Well, before we finish this video, there are some 全 questions 部が that you 全 may 部聞 need く to とは answer. 限らないで One, すよ is ね。 this method the only way to draw Fibonacci? No, there are many other ways. 一番 Fibonacci フ can ィボナッ be チリ drawn トレー even ス on メ one ントが一 candle. 番 Two, are we supposed to start メジャー from the で wicks of the なんですか candles, ね。 or we start with their bodies? The two methods are correct, but logically, we こ must この use 中 the で wicks, because at the wicks there 1.618 was が今 also 出てないの circulation, で、 and there was エ buying ク and スパンション selling. は入れてないみ Three, たいで is す the ね。 way to put the trend at the penultimate candle is the only way? No, also placing the trend as a normal trend line, according to the movement of the candles, is also a correct method.
Finally, if you like the video and want to learn more about まあ using こんなような Fibonacci and 感じで applying す it to よ a ってことで practical すね。 strategy, please はい。 tell me in the comments. Thank はい。ということで、これ、いつのだろう ?6 月25日で初心者用にフィボナッチの使い方を説明しましたけど、ある程度行って、また高値と安値ができてきたらもう一回フィボナッチを引きましょうねっていうような、ビデオでした。なんか背景がちょっと怖いですね、これ。今思いましたけど。はい。ということで、まず引き方をね、簡単に、説明をしました。それではですね、これを使って、きのりさんの方はもうちょっと上級者向きな話かもしれないですけど、今日は、まあ、超簡単って言ってますけどね、きのりさんのこちらのお話をね、フィボナッチを2個使うんですね。で、リナポリ手法ということで、コンフルエンスってことで、僕もこれ実は24時間ライブの方で、このコンフルエンスっていうのは英語で書いてあるんですけど、採用をしています。自動フィボナッチを使ってコンフルエンスの内容を入れてるので、多分、なかなかテクニカルでもね、わかりにくいかもしれないですけど、自分でコンフルエンス作るのも大変ですけどね。はい。ちょっとね、勉強ということで聞いていただけたらと思います。ちょっとですね、これ、くださいね。なんでこれいかないの？これでいくかな？とかいう意味らしいです。つまりここにフィボが、集合してるんですね。出たか。まあですんで、まあこういう状態になって。あ、すいません。最初からじゃなかったですね、これ。まあ正確にはリナポリ手法の中のコンフルエンスっていう、まあ一部分なんですけど、ちょっと長いかもしれないので、途中的な感じの切るかもしれません。難しそうな名前なんですけれども、内容はごく簡単なもんです。こんな感じでね、フィボナッチをこう2個当てるんですよ。で、数値が重なるところ、ここはまあ反転しやすいよねっていう、それだけのことなんですけれども、まあもう今の説明だけでこの動画の内容ほとんどバレてるわけなんですけれども、っていうかまあこのサムネイルを見た時点でね、もうネタバレしてるんですよね。まに見ますね。リナポリという手法なんですが、フィボナッチ2つ使ってる人。有名な本が1冊あってね、たまにこれ見ます。なんですけれども、なんで有名かというと、でかいんですね。この本の大きさが。まあ、この写真だとよくわからないんですけども、普通のパンローリング社の本がまあ大体これ。ちょっと待ってください。これ、飛ばしますね。こっからこっからの方がいいですね。すいません。コンフルエンスのちょっと考え方聞いてください。まずは簡単にこの模式図を使って説明しますね。まあ、こういう波形がありますと。で、現在値がこことしたときに、まあ、どの辺まで下げるかなと予測したいわけですよね。まあ、上昇トレンドですんで、できればこの辺で買いたいなと思っているわけです。で、そういう時に、まず全体のこの大きな波、現在値ここですんで、最安値がここと、で、最高値がここになりますんで、この全体の大きな波に、フィボナッチリトレースメントですね、これを当てます。すると、まあ大体 38.2% がこの辺に来るんだなということになります。そうすると今度は、ここにも一つちっちゃな波があるよなということに気がつくんですね。で、じゃあこれにもちょっとフィボナッチを当ててみようというふうに当てると、ここに 61.8 が来るんですね。この前回のこの大きな波の 38.2 と、今回のこのちっちゃい波の 61.8 がこの辺で重なると。この状況をコンフルエンスというんですね。はい、そうですね。コンフルエンスっていうのは合流とか集合とかいう意味らしいです。つまりここにフィボが、集合してるんですね。まあ、ですんで、まあ、こういう状態になって場合は、まあ、この付近は二重に反転しやすいと考えて待ち構えることができると、まあ、そういうことですね。まあ簡単に言うと2種類のフィボ
を当てて、数値が重なるところは反転する可能性が高いでしょっていう、そういう手法です。フィボナッチを使うトレーダーにもね、いろんな人がいて、例えばこの波だけに注目する人もいれば、この波とこの波両方見る人もいるし、全体的な波だけを見る人もいるしと、いろいろいてるわけですよね。で、しかもこの、どういうふうにフィボナッチを当てるかっていうの厳密なルールを設けている人もいれば、あくまでも感覚的にね、どんどん当てる人もいるわけです。で、そういった、いろんなタイプの人がいる中で、数値が重なるところっていうのを見つけることができれば、それは、優位性になると、そういうことですよね。当然ながら反転しやすいでしょうと考えるという、ごく自然な、テクニカル手法と言えます。ちなみにこの模式図ではね、一つの時間軸の中に二つのフィボナッチを当てるという状況を示したわけなんですけれども、この波形の規模によってはですね、例えばこっちの波形は4時間足で認識できる波形で、こっちの大きな波形の方は、日足レベルで、見ないとわからない波形ということも、あり得るわけですね。で、その場合は、2つの時間軸でコンフルエンスが起こったということになって、それはですね、つまり4時間足トレーダーと日足トレーダーが、同じ価格帯ですよね、に同時に注目するということになって、それはそれでまた大きな優位性になるということになります。それから、ディナポリの手法では、重要な数値は 38.2 と 61.8 の2つに限っているようなんですね。だから 50% っていう数値はほとんど無視されているみたいなんですけれども、ただ、MT4 のフィボナッチリトレースメントにはデフォルトで 50% が入ってますんでね、重なれば使っていいと思います。実際の相場でも 50% と 38.2% が重なるっていうことはよくありますんでね。ディナポリのコンフルエンスという手法のルールでは外れるんでしょうけれども、複数のフィボナッチの数値が重なるという意味では 50% もありなんじゃないかなと個人的には思います。いずれにせよフィボナッチの数値も言ってしまえばおまじないなんでね、あまり議論しても仕方がないかなと思っています。で、これが、買いのパターンの模式図ですね。ですので、売りのパターンは単純にこれをひっくり返せばいいということなんで、こんな感じになります。大きな波形の 38.2 がここ、で、小さな波形の 61.8 がここと、重なるということで、この辺で反転するんじゃないかなということになります。はい。ここできのりさんが実際に実はリアルトレードで、コンフルエンスが起こっている、反発しているとこが、ここあるよということを言ってくださっておりますけど、割と、ここら辺は、リアルチャートで具体例を見せてくださってるんですけども、僕の方でここは、まず、このコンフルエンスのことについては、実際に自分で当てていくより、僕は今ちょうど24時間ライブでも入れてますけど、実際にオートコンフルエンスを入れているので、それをね、ちょっと紹介をしたいなと思います。僕の方のちょっとこれトレーディングビューのチャート出しますね。皆さんはもし自分で勉強されるんだったらコンフルエンス試してもいいんですけど、ね、今、すごくそういう、使い方が、なんていうのかな、自動のものもできますのでね。MT4 でもできますし、はい。こちらのね、トレーニングビューでもありますので、それをちょっと解説していきます。考え方は今、お分かりいただいたかと思いますけどね。24時間ライブの方のチャートを今ちょっと拝借して解説していきます。遅いですね。1個動いてるからかな。はい。
はい。ちょっと今、遅いですけど、なんか日本語になってるな、なんでか。まあいいか。いいや、日本語で。こっち。今これは片方の方は、今まだ24時間で動いてるんですけど、今片方、ライブ用で止めてるので、見れます。で、まず、一つ目。フィボナッチを使うのは、これ今、左側が1時間足で、右側が5分足ですね。はい。ナスダックになります。ちょっとこれ、じゃあナスダック、こっちじゃなくて、今リアルなやつで見せますか。ナスダックの US100 でいきましょう。はい。じゃあこれ、US100、リアルチャートですね。今動いてるやつですね。で、フィボナッチを採用しているのは5分足ではありません。あくまで反発を見たりするので、1時間足と、僕の場合は1時間足と4時間足のフィボナッチの構成になってます。まずね。じゃあちょっと1時間足を大きくしますね。24時間の。はい。で、まず見ていただくと、まずフィボナッチがどこに引かれているか、ちょっとね、細かくて見にくいかもしれないんですけども、わかりますかね。これちょっと、お絵描きできるように、こう見えますかね。数字を。はい。本当はもうちょっと設定をいろいろ変えたいんですけども、また設定変えます。本当は僕はこの数値を、細かいで 0.618 と 0.5 と 0.382 と 0.236 を、この4つを採用しています。はい。まずね。で、大きい波。ここの高値と安値。結構大きい波を結んで、設定をしています。僕は設定してるわけで自動で設定しています。で、まずこの考え方はここでフィボが引いてあるんですけども、で、他の SP500 も見てみましょうか。フィボが出てくるかな？出てきましたね。これも、自動で引いてありますので、数字が出ていますね。ちょっと見にくいですけど。なので、フィボを引いちゃってるので、昔みたいに、サポートラインとかを引いてません。この横の線は、フィボナッチの、コンフルエンスを、採用しているので、引いてませんね。前、サポートラインとか、ここでちょっと引いてますね。長期の環境認識で引いてますけど、直近はフィボナッチ、1時間足は引かれているところを参考にしています。で、この解説しますね。ここにですね、見えるかな？赤で。これ、絡んでるな。大きくしますね。また、ぜひ見てくださいね。見えますかね？これ実は、セルリトレースメントと書いてあります。これがですね、コンフルエンスの売りのサインで、2つの時間足が交わったこの、赤い線、0.236 というライン。ここにセルリトレースメントっていう数字が出てます。はい。あとですね、出てるかな？過去のやつだけちょっと SP500 ですけど見ますね。ないかな。引いちゃった。お絵かきしちゃった、勝手に。バイリトレースメント出てないかな、過去に。過去のやつちょっと引っ張ってみますね。もう直近出てないかな。4時間で出してみるか。4時間は普段出さないんですけど、フィボナッチは実は、4時間足でもちゃんと、反応できるように出てますので、セルリトレースメントだと、バイリトレースメント出てないかな。出てました。見えますかね？SP500 ですけど、ここ。
緑色でバイリトレースメントと書いてあります。ここがフィボナッチが合流した解の反転するリトレースメントだよということで、フィボナッチのバイシグナルです。多分これ解説したことない、そんなに解説したことないと思うので、まあ、たまたまですけど、ここを見てください。解のシグナルが、スーパートレンドも解シグナルで、フィボナッチも解シグナルで、ここ、トレンドとしてはいろんな解シグナルが、ローソク足も反転シグナルが出てます。ということで、これ結果論ですけど、いろんな要素が集まっていて、この上昇トレンド、大きく上昇トレンドをしている拠点になってましたね。たまたま証拠がたくさん出てました。はい。という風に、いくつかバイシグナルとか売りシグナルを出してますけど、この今回の自動の、リトレース、フィボナッチリトレースメントも、しかも、コンフルエンスが自動でできる内容になっております。で、じゃあ、どこでこれを使うのっていうことですけど、ここ見せますね。まず、はい。またいつものように、この、インジケーターのとこを押していただいて、遅いな。はい。もうお気に入りで入っちゃってますけど、インジケーターのところのこのコミュニティスクールっていうところから、ここに検索で、フィボなので、英語ですけど、FIBO と入れます。そうするとフィボナッチバーっといろいろ出てきます。出てきます。で、僕が使っているものは、ちょっとお気に入りで見ると、これですね、見えますかね？オートフィボリトレースメントアラートと書いてあります。これですね。オートフィボリトレースメントアラートとあります。ちょっと中身紹介しますね。このなんかとぼけたような人が作ってるんですけど、2020年の4月に作ったやつですね。これ見えますかね？はい。ここにバイリトレースメント、セルリトレースメントということで、実はいろんな、フィボナッチっていろんなこういう線が出るじゃないですか。で、いっぱい出るので、僕この設定を後ろの線をもう出すのをやめたりとか、線をどんどん消して簡単にしたんですよ。ただ、このアラートは出しておきたかったので、セルリトレースメント、バイリトレースメントってあると思うんですけど、このアラートを出すように、これは見えるようにしておきました。で、この線がね、1.618 とか、ちょっと 1.414 とか、これ全部消しちゃって、リトレースメントを中心として、1、0.618、0.5、0.382、0.236 を使ってシグナルを出しています。はい。これすごいですね。このね、リトレースメントの中でもアラートを出せる、ちょっと支障はなかなかなかったので、これは使えるなと思って、いくつか、僕は、フィボナッチリトレースメントの、これを採用しています。当然、別にアラートがいらないよっていう方は、オートフィボナッチって、オートフィボでも出てきます。もう今結構オートフィボナッチっていうのでもいっぱい出てきますんで、いろいろ試してもらっていいと思います。ただ、考え方ですね、一緒です。考え方、ここで大事なんです。今日最後ですけど、ここでいきますけど、この線ありますよね。この線。ダウ理論というか、そのフラクタル構造というか、エリオット波動っていうか、このね、この線の大きさはできれば長い期間の方がいいです。これ細かく設定しちゃうと、この、
エリオット波動が。1波、2波、3波を。細かく、最後直近で、フィボナッチが引けちゃうので、これを見たときにさっき言ったように、その直近の高値、1時間足だったらね、直近の高値、直近のやつね、これちょっと見せた方がいいな。オートフィボナッチの設定見えますかね。設定出しますね。この今設定ボタンを押すとパラメーターっていうところで、また、これもし使われる方がいたら、ぜひね、ここビデオ止めていただければと思うんですけども、オートフィボナッチリトレースメントの僕もいろいろやって当たるだろうなっていうところをいじって作ったのが偏差っていうところが5。これ深さが10。で、これ、価格が、ライトレフト間違えてるから、ライトだな。これは長さを右に長くするためにライトを使ってます。リトレースメントを反転の 0.618 に設定しています。はい。反転というとこもチェックボタンを入れてて、ここですね。0、2、0.236、0.38、0.6を、ここに0.786はチェックを外してます。あと下、エクスパンションのとこも外してます。まあ、これ、1.618 はつけてもいいです。ここチェックも入れてもいいです。上に出ます。利確の時に使ってもいいですけどね。もし、スイングトレードって言って4時間足か、1時間足でももうちょっと長いことを1週間とかにね、トレード2週間とかされる方は 1.618 使ってもいいと思いますけど、だってこれS&P 500の今僕が設定した 1.618 って4080なので、だいぶ高い位置にあるので、ちょっとこれは僕現実的じゃないなと思って、まあ、エクスパンションのこの 1.618 は使ってないですね。はい。ということで、このオートフィボナッチアラートっていうのは僕の中では、今んとこ、24時間の、24時間ライブで使ってるテクニカルの指標って、結構いろいろいじくって、自分の中で最適だと思うものをやってるので、本当見方によってはかなりのツールだと思うんですが、ただ、細かいのでいろいろ入れてるものが、ちょっとわけがわからない。説明聞かないと本当にわからないと思うし、アラートも鳴らしてるんですけど、なかなか難しい。まあ、徐々に、一緒にね、こう、見て、24時間でも、こういう風に指標が出てるんだなということで、フィボナッチのこのリトレースメントって出てるところもなかなか面白い位置なのでね、参考にしていただきたいなと思います。これはだから自動で、コンフルエンスをやってますのでね。このコンフルエンスは、1時間足と4時間足、上位足の4時間足のフィボナッチリトレースメントが合わさった位置で、セルとかバイとかを出してます。ね、もう見てください。今、バイとかセルとかいっぱい指標がありますよね。何が正しいんだか。ただ、言えるのは、たくさんのシグナルがあって、それが重なってるところは、高確率なのは間違いはないです。はい。例えば、この位置ね。ちょっと話取れちゃいますけど、1時間足で、ちょっとチャンスだなと思うところっていうのは、ちょうど、この位置ですね。はい。スーパートレンドがバイが出てて、要則足もバイが出ています。ここの、で、ちょうど平均線も、この黒の棒になってるところね。ここがちょうどチャンスだなっていうところ。それから、売りに関して言えば、これ S&P でたまたまやってますけどね。この矢印が出ている、あれ？スーパートレンドがセルを表していて、この矢印が出ているところ、平均線も来てます。こういったところも、今直近で言うと、今日の17時、S&P 500は売りのシグナルが出てる。ここも面白いと思いますね。はい。ということで、まあ、いくつか
あって、僕の場合このコンフルエンスだけでは売り買いはしないんですけど、一つの目安としてね、こういうのも出しておりますので、またね、参考に。で、皆さんはまたこのオートフィボナッチを使うのもいいし、今のこのインジケーターのところからオートフィボって入れるだけでも、1個のフィボナッチを使うのもあるし、設定によっては、さっき言ったように1時間足のフィボナッチと4時間足のフィボナッチを合わせてコンフルエンスができるっていう私もありますんでね。いろいろ試されるとね、面白いことは面白いです。はい。という内容でしたね。はい。ちょっとね、コンフルエンスともう一個ね、あるんですけど、まあ今回僕が採用しているのはコンフルエンスだったので、説明してましたけど、またきのりさんの方で、確か、もう一個面白い方があるので、多分、なんだったっけ？またどっかでね、このフィボナッチの2回目はやって検証もしていきたいなと思っております。はい。それではですね、木曜日なんですけども、こちら。この間ね、ちょっと予告だけしますね。自動売買についてあんまり興味がないかなと思って少しやっぱ勉強しだしました。で、この難品マーチン EA というなんかほんと難品マーチンってやらしいですけど、勉強の意味でですよ、これは。僕本当にこれ別に本当に無料自動売買を推奨してるわけではないので、勉強の意味でね、この難品マーチン EA っていうまたヘンテコリな名前、難品っていう手法とマーチンっていう手法があるんですけど、これについて少し勉強してることがあったので、またこの方含めてね、ちょっと勉強したいなと思っております。なのでちょっと面白いお話かもしれないので、自動売買について、この人は稼げるときは稼げますよ。ただ条件がありますよっていうことをいろいろ言ってますので、めんどくさいですけど、自分で売り買いをするっていうのはめんどくさい方っていうのは、こういうリスクを背負いながらやれば自動売買もうまくいきますよっていうことを伝えてるものだったので、また、木曜日かなんかね、アメリカの株とかあんまり面白くなければ伝えたいと。あ、しめじさんありがとうございます。あ、これなんか音がしなかったですね。はい。僕ももうこれそろそろ終わりますね。はい。ということで、木曜日、一応、また、アメリカとかなんかいろいろ、情報があればね、またファンダメンタルも話したいなと思うんですけど、つまんないと思うので、今値動きとか中心にね、勉強していきたいなと考えております。はい。はい。それでは、次回木曜日11時ということで、また、一緒にね、学んでいただきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。今日はどうもありがとうございました。失礼いたします。